6、銅像の耳。良太は、明智さん、どうしたんですか？大丈夫ですか？と、聞いた。探偵は、少し頭が痛いです。水を持ってきてもらえますか？と、頭を触りながら言った。良太は、倒れた探偵を見て、だから、この銅像は触ってはいけないんだ。と、心の中で思った。そして、はい、わかりました。ここで待っていてください。と言って、水を取りに1階に行った。良太が部屋を出たのを見てから、探偵は、急いで、ソファーから立ち上がり、赤い布を取った。やはり、赤い布の下には、良太の曽祖父の銅像があった。大きな銅像と、小さな銅像の2つの銅像があった。彼は前に進み、大きな銅像の耳を注意深く見て、手で何回も何回も触ってみた。そして、ついに穴を見つけた。その穴は、とても小さく、注意深く見たり、手で触ったりしなければ、気がつかないほど小さかった。探偵は、そっと笑った。彼は正しい鍵穴を見つけたのだ。彼の頭に、ある考えが出てきた。遠い昔、死にそうな老人が、ベッドに寝ていて、力のない手で、自分の耳を刺して一生懸命、こう言っている。子供たち、その小さな金色の竜を使って、私の大きな銅像の耳に刺してみなさい。そうすれば、私がずっと隠していた秘密を見つけることができる。必ず覚えておいてくれ、必要なことなんだ。良太の曽祖父は、そう言いたかったのだろう。しかし、その時の老人には、もう力がなく、はっきり話すことができなかった。老人は耳を刺して、竜と言ったが、家族は、耳が聞こえないという意味の、老と言ったんだと思った。次に老人が言った、銅像という言葉は、孫の名前、構造を呼んでいるのだと思った。こうして、良太の曽祖父の心の中に隠された秘密は、見つかることはなかった。では、銅像の中の秘密とは、何だったのか？探偵は銅像をもう一回見ようとしたが、足音に邪魔された。良太が、水が入ったコップを持って、急いで3階に戻ってきた。彼は、探偵に水を渡して、探偵がその水を飲んだのを見てから、明智さん、気分は良くなりましたか？と、聞いた。探偵は笑って、さっきは、考えすぎて少し頭が痛くなりましたが、もう大丈夫です。と、言った。良太は、探偵に、それは良かったです。この家のすべての部屋を見ました。昨夜の不思議な出来事について、何かわかりましたか？と、聞いた。探偵はテーブルにコップを置き、立ち上がって、はい。でも、まだ考えなければならないことがいくつかあります。3日後に答えを出します。と、言った。良太は、他にもいろいろ聞きたかったが、探偵は良太に何も言わせなかった。探偵が家を出て行った後、良太は2階に戻った。妻の愛子はまだベッドで寝ていた。そのベッドの横には、親友の春男とメイドの花江がいた。花江は、心配そうな顔で春男を見ていた。春男も、彼女を見ていた。